もう町暮らしはいいなっていうので、田舎暮らしする上で石川県っていうのはいいなと思ってたので、愛着はでもありますよ。パートナーみたいなもんですからね。包丁なかったら仕事できないですからわらなんですけど、こういうところに来てくれるってだけでもちょっと普通じゃないじゃないですか。僕からしたらもうただただ感謝というか。ありがとうございました。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。今日営業ないので、明日使うための寿司のものだったりとか、今日使う魚じゃないものを買って、野菜とかがメイン。どうしようかな。うちの村だけで水は引いてるんですけど、その水も美味しいんですよ。美味しいんですけど、塩素が入っているので、僕からしたらやっぱちょっと違うなって感じがあって、ヨーロッパとかで昆布だし引いたりとかカツオだし引いたりしようと思ってもいいだし出ないんですよ。水に溶き出さないんですよ、旨味が。でもこの水は軟水なんで、そういう意味でカツオとかが鰹節とか昆布の旨味がちゃんと出てくれるというか。手持ちのアユ泳いだままでもらってきて、生きたままでもらってきて、だから日中もそんなに川の温度が上がりにくいっていうのと、アユはやっぱ暗いところが好きなんで、だからちょっと暗くて、この上からこの石を乗せるんですけど、そうしてあげることで落ち着くというか、ストレスもあんまなくかからない。そうだったら時期に酸素がなくなって死んじゃうんですよ。すいません、だいぶ見づらいかも。ちょっと見ますかね。これでこのまま中に沈めていきます。リビング兼ここをどうしてもお客さんが通ってもらわないとダメなんで、まああんまりね私生活感を出ないようにはしてますけど、まあ多少ね出てしまってるんですけど、こういう建具で全部ただがもう柱はあるんですけど、壁が一切本当に全くない家だったんで、まずこの壁を作ったりとかカウンター作ったりとかするのは僕一人じゃ無理なんで、兄貴が宮大工やってるから、宮大工の彼が休みの時に来てもらって一緒にやったりとかして。まだビフォーなんですよ。まだほとんど触れてなくて、仕事できてないんですよ。なのでそのままで残ってるというかわかりますかね。この家はね、実家が石川県の、輪島市三井町よろみってとこなんですけど、もうすんごい山奥です。で町で暮らしてきて、もう町暮らしはいいなっていうので、田舎暮らしする上で石川県っていうのはいいなと思ってたので、僕釣りも好きなんで釣りもできるし、自然も豊かだし、食べ物も美味しいしっていうので石川にしようと思ったんですけど、で Google マップでね、何もないようなところをここら辺の集落探して、休みの日に車で走り回って、いい家があったら区長さんに直接言って、大家さんと連絡取れないですかっていうことで直接探してたんですよ。今の大家さんと知り合いだっていう人が
話を聞きつけてくれて、よかったらつなげてあげるよってことで、ここら辺に家を持ってる人だからっつって紹介してもらったのがこの家だったんです。で最初の第一印象最悪で、僕もこの家の前通っててこの家も知ってたんですけど、その調べをしてる時に、でもいやまあこれもご縁だなと思って入らせてもらおうと思って、営業をするってなったら営業日から逆算して野菜やったりとか、その直前ではできない魚の仕事とかを今日のうちにやってしまわないと間に合わないんですよ。だから今日の間に7割6割7割ぐらい仕込みを終わらして、まあ多いですけど結構ほぼ使います。これが僕が一番最初に買った包丁、出刃包丁買ってこいっつって先輩に言われて、分かりましたっつって休みの日に買ってきたのがアイ出刃包丁で、おろし用の出刃なので普通の出刃包丁と違うんですよ。お前それアイ出刃やないかっつって言われたんですよ怒られたんですえ、アイ出刃と出刃って違うんですかって違いが分からない。愛着はでもありますよ。パートナーみたいなもんですからね。包丁なかったら仕事できないですから、本当に。そんなカット。本当に多いね。はい。はい。かつらむきにしてくずを打って湯がいたらね、ちょっと麺みたいになる。あんの中にね、本わさびを少しだけちょっと溶いてますので、ちょっと爽やかに召し上がっていただけるかなと思います。お出汁がね、細かくなかなかなんていうんですかね、もう穴子かうなぎは白焼きで毎回出させてもらってるんですけども、富山湾の穴子白焼きになってますね。で手前ちょっとだけ乗っかってるのが柚子胡椒になってまして、相性がいいのでちょっとずつつけながら召し上がってください。失礼します。夜勤をねキスもあるんですけど、はい、近江町に行って今ね中央に入れないので、ものによってここでお願いしてとかいう風な感じでね仕入れをさせてもらってます。わらなんですけど、うちの大家さんがね布をやってて、傘掛けで田んぼを作ってくださってるんですけど、
その大家さんが、にお願いして毎回藁を取っといてもらうんですよ。カツオで、手前が輪島のカマス、左が七尾のケンサキイカ。両面からね半分ぐらいまで切り目を入れさせてもらって、真ん中の層が甘いので舌で感じてもらうために切り目を入れさせてもらってます。でその上が北海道のサンマ、新物のサンマで、ちょっとね脂が乗ってきたので美味しいかなと思って今日ね使わさせてもらってます。でその上が先ほど言ってた小松のキス、切り身だけちょっとだけ塩をつけて、つけすぎ注意なので、上からねすだちをキュッと絞ってもらって食べていただけたらなと思って。持ってきてもらうんじゃないかな。やっぱり夏といったらハモとアユみたいなね、もう定着してしまってまして、僕自身もね食べたくなるので。雪平をストンと落とすことないんですか？でもいつもこれをやってる時にそのイメージがパッとなんか悪いイメージ出てきます。なるほど。正面がこちらですよっていうような意味でしたり、お客さんの正面はそちらですよっていう意味でしたり、まだどなたも触れられてませんよっていうような意味があるんですよね。こういう霧吹きをね、お水なんですけども、はい、吹かせていただいてます。します。吹かせてもらえたらなと思います。綺麗にかわって。じゃあちょっと野菜多めでお付けさせてもらいますね。僕のあれになってしまう。あんまり温度が高すぎてもダメでして、なんかその卵かけご飯みたいな感じ。ちょっとね。だからこの。掛川ですね。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。本当に待っている。ありがとうございました。大体こういうところに来てくれるってだけでもちょっと普通じゃないじゃないですか。だからその時点で僕からしたらもうただただありがたいというか、ただただ感謝というか、まあそれでね喜んで帰ってもらえたらもうベストだなと思います。